ジョンがあるんですよね。めっちゃ近い。待って、いけそう。ちょっと見てる。ちょっとだけ上がりました。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は車椅子の世界を知ろうということで、はい、株式会社ミキさんからご協力をいただいて、今最新の車椅子事情っていうのをいろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、自己紹介してもらっていいですか？はい。皆さんこんにちは。株式会社ミキっていう名古屋にある車椅子のメーカーでして、フォース事業部っていうところでお仕事をさせてもらってます柴崎と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。私が今乗っている車椅子はアクティブ系っていうんですか？うちのじゃないけどな。はい、違います。他社さんの。そのアクティブ系なんですけど、今回はこの私たちが乗ってる柴崎さんが乗ってるタイプじゃなくて、どちらかというと一般的な介護とか高齢社会とか、そういった皆さんがもしかしたら今後使うかもしれないよねっていう割合が高い方の車椅子で、今どんなものがあるか、どんな便利な感じになってるかっていう、皆さんの病院の車椅子っていうのを少しでも私はちょっと違うよと、もっとこういうのたくさんあるんだよっていうのを知っていただきたいなということで今回企画しました。イメージが払拭できたらいい。そうなんです。はい、なのでいろいろ面白い車椅子をちょっと紹介していきたいと思います。はい。じゃあまず早速1台目からいきたいと思います。はい。はい、今真ん中にあるこちらの車椅子。はい。パッと見は多分みんなが見たことがある、普通の病院にある車椅子よりはもうちょっと家とかに持ち帰って使うような感じかなって私の中では思うんですけど、この車椅子の特徴的な部分ってどういった車椅子になりますか？車椅子使用時に多い事故ってどういう時だと思います？車椅子を使用してる時、高齢の方がね、特に車椅子使ってる時に起こりやすい事故で、多いのが異常の時なんですよ。乗り降りする時、そう、車椅子からベッドに移ったりね、その逆であったりトイレに移ったりする時にどうしても立ち上がらなあかんでしょ。その時に足台に足を引っ掛けるとか、足腰がもともと弱ってるからそこで転倒してしまうっていう事故が多いんです。ですから立ち上がらなくてもベッドに移れる、ベッドから車椅子に移れるっていう車椅子です。それを見せていただいてもいいですか？はい。このね、アームレストっていうんだけど、肘を置くところね、ここをね後ろに上げると、同時に横のこの板が残った板がパコッとこう、すごい、横に展開できるんです。でこれトランスファーボードっていうんですね、一般的に渡し板ですよね。ですから車椅子とベッドの隙間をこれで埋めて、立ち上がらずにここお尻を滑らせながら安全に移動できる。なるほど。そういう車椅子。置き場所もね、スライディングボードってやっぱ使いたい時に手元にないといかんだけど、それを普段どこに置いとくっていうの。確かに。背中にこうせたらっとくとかね、そういう。そう。持ち運べない。そう。アームサポートが跳ね上がる車椅子って結構あるんですよ。ありますね。はい。で、これを跳ね上げたら、じゃあ移れるかっていうと、まずは横板が邪魔になる。横板だと跳ね上がるものもあるんですけど、でも今度この大きな車輪がね、邪魔になっちゃう。板をこう引っ掛けるにも、その車輪が邪魔になるから引っ掛ける面積が少ない。で、これはもう一回やると、ずーっとほら車輪が後ろに同時に逃げて、で横が何もなくなっちゃうんです。だからこういう風に前面板ができて安全に移動できるっていう車椅子です。引き上げた時のタイヤってフリーになっちゃうんですけど、それをちゃんと上げた時にロックがかかる。後ろの方これもそこら辺抜かりなく一番後ろまでパチッとやると、ブレーキかかってます。すごい。これで安全に移れるっていう。じゃあ実際に私が一回そのラクーネの車椅子に乗ってみて異常ちょっとやってみたいと思います。まず一旦ラクーネに乗り移って、よいしょ。下手くそなんだよな、異常が本当に。よいしょ。はい。でこれを上げて、で最後までそしたらブレーキかかったよね。これでもロックかかってる。でこうでこのまま行く。お尻をずらしながら行く。
そういうことですね。そんな感あーめっちゃ楽だなこれは。なんか空港のやつこういうのなってほしいな。こんな感じでいけると。はい、じゃあ続きましてこちら。はい、こちらのタイプも、見た目はさっきと同じように見えるんですけど、これの特徴を教えてください。はい、実はこれも安全をテーマに作った車椅子です。さっき転倒事故が多いって言ったけど、はい、立ち上がった時に転倒するほとんどが、車椅子のブレーキのかけ忘れなんです。ブレーキをかけずに立ち上がってしまうと車椅子が後ろに逃げてしまって、で後ろ向けにステーンとこけてしまって怪我をされる方が非常に多い。こういった事故のことをね、ヒヤリハットっていうね、注意喚起を促す用語なんですけど、そういうヒヤリハットの対策として作ったこの車椅子はトマッティっていう名前なんですよ。トマッティ、はい。止まってねっていう話なんですね。はい、座ろうとするとどこ持ちますか？肘掛け持ちます。この時にブレーキがかかってないと車椅子が後ろに逃げてしまうの。でもこの車椅子見ててね、はい、後ろにストッパーがかかってて、で座ると、はい、安全に座れて、座ったら今度後ろには動くのかっていうと動くんですよ。なるほど。前にももちろん行きます、ね。はい、じゃあ今度立ち上がってみようか。ブレーキをかけずに。今ぐるぐる動いてますよね、車椅子がね。はい、この状態で立ち上がる。ほい、カチッって言って今ブレーキがかかりました。この車椅子は座席のところにセンサーがあって、人が座るとそのセンサーが解除されて前にも後ろにも動く。ね、この下の方にありますね、ブレーキ。このタイヤ下の方にちらっと見えてるよね。そのセンサーはお尻のシートの下にあります。からの状態だったら要は後ろに動かない車椅子なんです。そうですね。ブレーキがもう自動的にかかってしまう車椅子なんです。はい。邪魔でしょ、しまう時に。動かない車椅子って。だから少しでもこうやって畳むと動くんです。収納できるよっていう車椅子。だからこういうのが介護施設に増えてくれたり、あと普段は歩くこともちょっとできるし、疲れたら車椅子使いますよみたいな方々に使ってくれたら、やっぱりかけ忘れがないから安全面より高まると思いますね。はい、じゃあ続きましてこちら。伝わるかな、この大きさでかさが伝わるかな。小柄な人だけじゃなくて、大きい人も世の中にはたくさんいるので、私自身大きい人が乗れる車椅子って空港でも見かけるんですけど、日常的にあんのかなって私の中でちょっと疑問に思ってたので、今回ミキさんの方にあるこの大きいの準備してもらいました。これはだいたい何キロくらいの人が乗れる車椅子ですか？はい、車椅子はね KJP っていう車椅子なんですけど、車椅子って耐荷重があるんですね。何キロまでの方乗ってもらってもいいよっていう荷重試験をかけて、それでクリアしたものを我々市場に出してるんですけど、今一般的に市場に出てるものは100キロ耐荷重が標準。この車椅子は130キロのウエイトをかけて試験してます。はい、ですから耐荷重130キロの車椅子。130だったらマツコさん乗れるかな。130キロまでやったら、メーカーとしては結構マツコさんのテレビを見るのが好きで、マツコさんが乗れる車椅子ってあんのかなってすごい考えたんで、これ乗ってもらいたいですね。130以下にダイエットしていただくか。それが難しい場合は実は車椅子ってね、こういうのは既製品生産計画に基づいて何台作るっていうのがレディメイドで、オーダーメイドっていうのはユーザーが1人いて、そのユーザーさんに合わせて採寸をして、でその体格に合った車椅子を1台ずつ作るっていう手法ですね。じゃあ今これ130ですけど、もっといけるってことですか？作ったものを試験しないといけないんですけど、例えば車輪であるとか、前の前輪とか、フレームのパイプもそうですけど、まだまだ丈夫な素材はいっぱいあります。車椅子バスケットなんかで使われてるようなパイプとか車輪はもっと丈夫ですし、そういったものを使って車椅子を1台作ればスペシャル
制作は可能です。タバスコスペシャル、いつか作ってみたい。できれば我々としては130キロ以下にダイエットしていただきたいなっていうのはメーカーとしては希望です。でやっぱ横を向くとすごい大きさが林のとこ比べると全然。日本にいる日本人だけが高齢者でもないですし、日本にいる海外の方もいらっしゃるから、いろんな人の体格に向けた車椅子ってやっぱ必要なんだなって思いました。はい、じゃあ続きましてちょっと一風変わった車椅子になりますけど、これは何用ですか？これは、水回り用の車椅子です。濡れてもいいお風呂用みたいな感じですかね。そうですね。このクッション、下にお尻あるとこ穴が開いてる、こんな感じで穴が開いてるんですね。なぜかというと、私たちみたいなこの立てないタイプの人たちがお風呂洗う時ってお股がお股洗えない、立てない。でも穴が開いてるからここから自分で洗うこともできるし、介助の人が洗いやすくなるってことですよね。そうですね。車椅子の障害者のお困りごとの一つとして、やっぱり入浴の問題っていうのはありますよね。特に自分でこう車椅子を操作できるシャワーキャリーっていうのをね、うちはこれ作ったんですけど。ご自宅とか施設で使うっていうのもそうですけど、やっぱ個人的にはこのタイプがそういった水の環境のある施設、プールとかあとは温泉とかに企業さん側から置いてくれたら、もっともっとその車椅子ユーザーさんってこの水で遊ぶって大変なので、水で遊ぶとか入浴っていうところがもっと幅広くなるんじゃないかなって思うんです。だから私新潟の温泉旅館に行った時にこれが脱衣所に置いてあったんですよ。このタイプが乗り移ってこのまま大浴場入れますよっていうタイプがあったので、これに乗り移って、それ自分では焦げないタイプの小さいタイヤだったので友達に押してもらって、そのまま友達と一緒に大浴場でお風呂を楽しむっていうことができたので、このお風呂タイプの車椅子っていうのは個人的にはもっと企業さんに知ってもらって導入してくれたら嬉しいなってすごい思う。じゃあちなみに重さは何キロですか？重量は15キロになります。15キロ。そんな重たくもなく、重たくどうなんですか？でも重さってみんなどれくらい気にしてるんですかね？私さっきからずっと聞いてますけど。別にこれをね持ち歩くわけじゃないですもんね。そうだね。施設であったり家に置いておくものであって運ぶものじゃないから。そうですね。ただ運ぶとしてはこれが結構重たいんですよね。本体自体はアルミなんで、ここの辺持ち上げればいけます？片手で持ち上げるぐらいの重さなんで。すごい。本体はアルミ製ですから非常に軽量には作ってます。ちなみに今日説明してる車椅子全部アルミタイプでできてます。めっちゃ近い。待って、いけそう。ちょっと見てる。ちょっとだけ上がりました。こんな私がいけるんだったら持てますね、皆さん。女子の方なら楽々、持ち上がるようなそういう。なんだ、そう思うと15っていうとみんなちょっとやっぱ重たいかなっていうイメージはあるかもしれないんですけど、今持ち上がったの見たら15のイメージが少し変わるかもしれないなって思いました。プール行く時なんかはこれを自分でトランクに入れて、そうですね。で持っていけば、できますね。フルサイドで使えます。はい、じゃあ続きましてちょっとまた違ったタイプになりますけど、こちらはどんな車椅子になりますか？これはですね、電動車椅子。じゃあ自分で、私たちみたいにこう漕ぐっていうタイプではなくて、ここレバーありますけど、ジョイスティックを動かせば進む、右に倒せば右に曲がる、左に倒せば右に曲がる。もう本当にじゃあこのジョイスティックの操作だけで進む車椅子っていうことですね。漕ぐのが大変な人はやっぱり大体こういうの乗ってますよね。そうですね。基本的には上肢に障害がある場合、こういうハンドリムっていうんですけど、この車輪についてるリングをこう持って自分でこう操作できないような人が電動装置をつけて、電動化して乗ってるのがこの車椅子。今3台並んでるけど、別にこの電動車椅子やからって大きくないよね、これ。そうですね。全然私たちと同じサイズ感くらい。実は電動って大きく分けると2つあって、普通型っていう型と、それからこれは簡易型っていう2種類分かれます。我々が乗ってるような自走できる車椅子の車輪だけを
電動モーターのついたユニットに置き換えてる。へえ。簡易型っていう。ちょっとじゃあ角度変えて。はい。私たちが普段手動でやってるのはこういうまあ真ん中何もない感じっていうんですか、ホイールの真ん中は結構何もないですけど、ここ丸いここが多分入ってる、電動になるのが入ってる。そうそうそう。で、モーターのことやな。言いたいのは。はい。モーターが入ってるっていうことですよね。これバッテリーですけどね。外せるんですよ。これ片手で持てるぐらいの小さいバッテリーがついてて、でこれから電源を取って、でこれ車輪が回る。ジョイスティック操作で回るっていうものです。ですから車輪を普通の我々が使ってるような車輪にはめ替えれば、はい、いわゆる僕らが乗ってる車椅子と何ら変わらない。ですから一般の車椅子を電動化することは実は簡単にできてしまうんですが、はい、フレーム側の強度の問題があります。なるほど。先ほど100キロの耐荷重ではい、強度試験してるって言ったけど、はい、その時電動走行を想定してるわけじゃない。手動で使うことを想定した車椅子のフレームに電動ユニットをつけて使うと強度的な問題で車椅子が破損したりとかいう恐れはあるので、できれば電動走行を前提とした設計に基づいたフレームを使っていただきたいなっていうのが我々のメーカーの希望です。重さいきますか。これの、はい、重さ。25キロサイズによって今度はね変わってきますけど、まあこの車椅子ですとバッテリーを入れて25キロぐらい。やっぱ25キロって引くと一般的には重たいかなって思っちゃいますけど、いろんなところに旅行に行くってなった時に空港のスタッフさんとかやっぱりタクシーの運転手さんに車椅子を乗せてもらうっていう時に重いですかって聞くんです。私の車椅子自体は多分11、2キロくらいなんですけど、今下にこうバッグをつけてて、この分荷物もっと重たくなってるんですよ。だからなんかちょっと重たいのかな、多分15、6キロくらいはもうなってるんですけど、重たいですかって聞くと、例えばグランドスタッフさん、空港のスタッフさんとかは普段持ってるそのキャリーケース、皆さんが旅行で行くキャリーケースの方が今すごい重たいですとか、タクシーの運転手さんもインバウンドですごい荷物をたくさん持ってくる海外の方がいるから車椅子軽いですねって言われるんですよね、やっぱり大きなスーツケースな。そうです。だからもうスーツケースがすごい重たいから、車椅子なんて逆に軽くてありがたいですって言われることも結構あって、やっぱり電動車椅子で生活してても旅行に行ったりとか買い物に出かけたりとか遠方に出かけたい時に、やっぱり交通機関使いますよね。特に車を使われる方多いと思うんやけど、車に乗せられるかどうかって非常に大きなポイントと思います。で、まあ25キロあるって言いましたけど、バッテリー外せばさらにこれで2キロぐらいかな、これは外して別体になりますよね。もともとがこれ通常の車椅子ですって言ってましたけど、普通の車椅子なんでまた普通に折りたためる。で折りたためちゃう。また、はい、持ち上げる。この状態で背もたれもさすがに持ち上げないですよね。これはやめて。肩揺らしてるから。はい。この状態で、ここも、すごいめっちゃコンパクト。車のトランクにもこれで入りますから、はい。ベースはね、我々が使ってる車椅子と一緒なんで、コンパクトにできてて、まあ重量はあります。でもバッテリー外せば少しは軽くなりますから、この状態で健常者の方であればね、男性であれば、やめといた方がいい。じゃあこれ1回満充電で航続可能距離とリチウムイオンっていうね電池があるけど、そのタイプでだいたい30キロいくかいかないか30キロ弱ぐらい。十分ですね。全然ディズニーランド1日回れる感じですかね。まあもうミッキーと1日食べて帰ってくるそういう上司に障害がある方しか電動乗っちゃいけないかというとそうじゃない。我々でもやっぱり長距離をちょっと車椅子で移動するにはしんどかったら電動を使いたいわけです。でもジョイスティックまではいらないと、そうですね。いうようなユーザーのニーズもどんどん増えてきてて、今では後ろに電動装置をね、つけてアシストするタイプとか、そういうような商品も今出てきています。なんかやっぱりそういった車椅子に対してもいろんなアタッチメントがあって、車椅子事情というか車椅子の移動が
楽になる、いろんな選択肢で楽になるっていうのも、まあ、時代の変化としてはあるのかなって思いますね。はい、じゃあ最後の1台紹介していただけますか？あれ、はい、手元にずっと3台あったのがないですけど。はい、あ、こんなところいつの間にか。はい。さっき乗ってた車椅子とは違ってこの車椅子の特徴を教えてください。これね、これは私がですね、まあ私脊髄損傷になって、はい、もう40年以上経ちます。はい、ミキに入ったのはもう20代の前半の時、はい、その頃からずっとこの業界におって60超えたあたりから、はい、こういう車椅子が欲しいなっていうのはずっと思ってたことがありまして、はい、それを形にしたっていう車椅子。自分が欲しいから作ってもらったっていうかね。なるほど。じゃあ特徴は、一言で言うと、はい、立ち上がりができる車椅子。こういうふうに自分の力でプッシュアップしながら立ち上がっていって、でまあ目線が姿勢まで、目線がはい、こんだけありますよ。すごい。自分で車洗うのが趣味で、車を洗うんですけど、はい、天井は手が届かないんですよ。わかる、ブラシでこうやって手探りで洗うんですけど、はい、果たして綺麗になってるかどうかってわからない。はい、いつもうちね奥さんいるんで、はい、天井洗ってって言ったらものすごい嫌がられる。しぶしぶ洗ってもらうよ。はい、でも自分で洗って綺麗になったないうのを見たいがために、この立ち上がりっていう姿勢をね取ることあるんですけど、はい、でもこの車椅子の真骨頂というか、はい、一番生きるのが実はねこの中間の位置、これどこの位置でも止まるんです、はい、これで自由に動けるっていうのがこの車椅子の特徴です。お料理しててね、ここで切って次こっち行って冷蔵庫開けてとかいうこともできるし、それがしたかったのでこの車椅子を作ってもらった。実は私もこの車椅子持ってて、ありがとうございますでお家でお料理とかクローゼットに服をかけるとかっていう、そういった日常お家の中でこの立てる車椅子がどれだけ便利なのかっていう動画を私は他の動画で出してるので、ちょっとぜひそちらも見ていただきたいんですけど、もっと良かったなって私の中で思ったのが、今言うならば大人バージョンっていうサイズ感を載ってるんですけど、これの子供バージョンがあるんですよね。そうこの成人向けモデルはもう発売して2年ぐらい経つんですけどね、販売する中でやっぱり子供用がないのかなっていうお声はたくさんいただきました。で私自身も自分自身が途中障害で車椅子になったから思うんですけど、はい、この目線の変化って大きいですよね。最近障害児の、ね、子たちでも一般校に行かれる子供さん多いですよね。はい、そうすると周りのお友達はみんな当然健常者だから、立ってる子たちばっかり。そうすると自分は絶えずこう友達と喋る時に見上げて喋らないし、友達はこう見下ろして喋られる。この関係性っていうのが成長期の子供さんに与える影響っていうのは僕少なからずあると思うんです。学校だから起立で着席があったりすると、車椅子の子は起立ができないっていうので、でもこれがあるとみんなで起立で着席が同じ高さでこうできるっていうのもすごいいいなって思ったので、大人もそうですけどやっぱりこの子供さんにあるっていうのはすごいいいな、影響がすごいあるだろうなっていうふうに思ってます。まあ今開発中やけど、はい、まあでももう一個、ちょっとどうしてもリアルな話というかシビアな話なんですけど、こういった車椅子の中での問題点ってやっぱり台数が出ないから、どうしても便利なものって値段が気になるんですよ、どうしてもやっぱりいいもの、面白いもの、便利なものがあっても、値段が100万単位とか、そういうものって本当にリアルにあるから、私たちの業界の中では。だから手が出せないものだったらあってもなってすごい思うんです、でも今回あまり値段は言わないって言ったけど、でもこの車椅子に関しては私はすごい値段を言いたい。値段を言いたいんですよ。みんながどれくらい想像してるかわかんないんですけど、いくらですかこの車椅子。こっきり35万円です。いやめちゃくちゃ安いと思うんですよね。なんかいや
35万円って普通に考えたら高いって思われるかもしれないんですけど、でも車椅子を買うってなった時点で、そもそも普通のこういった私たちのこの車椅子、私これ50万くらいしてるんですよ。だからそう考えたらこれは別に立てる機能はないけど50万、日常生活も別にこれで全然過ごせるくらいのサイズ感なんで、それが35万ってめちゃくちゃ頑張ってくれたなってすごい思います。正直言うと頑張ってます。通常でいくとやっぱり5、60万は最低でもつけないとダメな車椅子なんですけど、やっぱかかったコストから計算して値段って決めるんですけど、でもいくらいいもの作ってもやっぱり高くて買えなかったりね、すると使ってもらえなかったら意味がないですよね。僕はこれが本当に生活に役立つと思ったんで作ったし、使いたかったんで、やっぱり一般の方に購入できる範囲の、価格っていうのは決めたかった。自分自身が乗ってる日常用の車椅子に近い形のコンパクトさに収めました。そうです。本当だから、ほら全然こう見ても別に大差ないサイズ感なんで、本当に日常的にも使えるサイズ。あと旋回性、これはホイールベースに関係するんやけど、車軸を前出しすることによって前が軽いんですよね。だからいくらでもこういうふうに回れるこの軽さがあるので、日常生活に普段乗りとして使える、普段乗りとして使えるからシーンに合わせて適切な位置で選べる、という車椅子にしたかったんで作りました。皆さんに乗っていただきたい一台だなって、これね、この今まで紹介してきた中の介護系っていうことではなくて、私たちのような下半身麻痺の人向けの製品にはなるんですけど、ぜひ皆さんにも本当に目線が違うだけで、私たちは中途障害だけど、そうじゃない生まれ持っての子とかは、その目線を体感することって多分ないから、ぜひそれをなんか試してみてほしいなっていうふうに思います。はい、ということで今回は今車椅子の世界どうなってんだっていうことで撮っていきましたけど、皆さんの中で車椅子のイメージが進化してるなとか、こんなのたくさんあるんだなっていうふうに思っていただけたら嬉しいです。今回ミキさんに協力していただいたので、他にもたくさん車椅子種類あるので、ぜひよかったらホームページの方見てください。はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。